これがバーンと。あとは茹で汁でベース伸ばします。でラグーソースの場合はもう吸わせるとかいうこともそんなにないので、基本的にこのラグーも合わせて。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は白ボロネーゼを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。牛ひき肉、生ハム、玉ねぎ、セロリ、白ワイン、にんにく、イタリアンパセリ、スパゲッティ、ごぼう、黒胡椒、ペコリーノチーズ、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日はラグパスタシリーズということで、トマトが入らない白ボロネーゼ、ラグビアンコを作っていくんですけど、そのベースのラグを使ってですね、今日は季節の根菜を合わせた絶品のパスタをこれから作っていきます。はい、まずは今日ラグビアンコのこのベースの牛ひき肉、これを下味をつけていきます。でまずこの牛ひき肉をボウルに入れて、で今日はこの生ハムの塩味とうまみが1枚分入るので、塩の量がいつも僕ここで肉に対して 1% ぐらいしっかりマリネするんですけど、今日は 0.7% ぐらい、お魚する時の塩ぐらいですね。で塩したら、胡椒も少しして、でこの塩をひき肉になじませておきます。で今日僕は牛ひき肉でやってるんですけど、これは別に合いびき肉でやっても大丈夫です。でひき肉は塩が回ったらこの状態ですね、焼くまで置いておきます。でこの生ハムを1枚分刻んでいきます。で今日大事になってくるのが、普通のボロネーゼじゃなくてトマトが入らない白ボロネーゼなので、大事になってくるのがこの生ハムのうまみです。で今生ハムこれ1枚分刻んだんですけど、1枚でも結構生ハムってしょっぱいので、これが入るだけですごいうまみが強いラグーが作れます。で次にラグーで一番大切になってくるソフリットの野菜ですね。で通常は人参も入るんですけど、今日はラグービアンコ、白いラグーってことですね、人参加えないでこのセロリの葉っぱの清涼感を加えていきます。で葉っぱのところはこう刻みます。あとはセロリとこの玉ねぎはだいたい同量ぐらいの 80g ぐらいです。で玉ねぎも同じようにみじん切りにしていきます。あと今日にんにくは腹で潰しておきます。で今日は基本のラグビアンコに香りと食感のアクセントを加えていきたいので、これごぼうは洗ってスライスにして水にさらしといたものですね。これを半分に切って、で少し大きめの角切りで、これで材料カットが終わったので火入れに入っていきます。はい、まずはフライパンに潰した先ほどのにんにくとオリーブオイルを加えて、ここでにんにくの香りを軽く引き出していきます。それでは今にんにくがふつふついってきたので、ここでフライパンを一回フラットにして、先ほど下味をつけたひき肉が入ります。これがバーンと。でひき肉が入ったら、まずはですね、このひき肉にしっかり焼き色をつけるっていう仕事をしていきます。で中火でちょっと焼き色だけ潰しながらつけていきます。でにんにくも一緒に加熱していくんですけど、ずっとここに下に置いてあるとですね、にんにく焦げついちゃうんで、そういう時は肉の上にこう乗せながらじっくりと火を入れていきます。今ですね、牛肉の焼けたいい香りが、香ばしい香りがしてきたのでひっくり返していきます。今両面焼いていったので、この肉を一回今火切ってバットにあげます。一回バットに肉をあげる。で再度ですね、火をつけて、にんにくが
柔らかくなってきたので、ちょっとですねこう潰しながら、この今牛の脂とオリーブオイルがしっかり混ざっている状態なので、そこにニンニクも潰しながらですね香りを入れていきます。でソフリットの野菜が入ります。で玉ねぎとセロリが入ったら一つまみ塩をして、このオリーブオイルと牛の脂と牛のうまみをですねこの野菜で吸わせてあげるイメージで油を回していきます。でソフリットの野菜やるときは最初はもう強火で大丈夫です。でまずは野菜のこの水分を効率よく飛ばしていく仕事をします。今日はですねここから、ソフリットは30分やったら1時間炒める方もいるんですけど、最低ですね10分ぐらい頑張ってやっていきたいと思います。この今玉ねぎとセロリがまだ野菜の状態、固形の状態なんですけど、で最低10分ぐらい炒めるとですねこれが柔らかくなって焼き色がついてくると、この野菜自体にうまみがすごく乗ってくるので、イメージ的に言ったら調味料、うまみ調味料のような感じでベースで使ってソースにしていくと、もう本当に深みのあるラグーソースになります。で今まだ炒め始め5分ぐらいのところなんですけど、ちょっとですね油が少ない場合はこの焼いたひき肉のバットの底にですね油と肉汁がちょっとあるので、その油を足してあげる。で今ソフリット炒めているところなんですけど、今日のこのラグーの作り方はですね基本的なレシピではあるんですけど、イタリアでは最初に塩もしないでひいた肉をそのまま焼き色もつけないで大雑把に作るレシピがほとんどです。ラグーソースも一つの肉料理と捉えているので、僕がラグーソースを仕込む時に一番大切にしていることが美味しそうな焼き色をしっかりとつけることなので、まずは焼き色だけお肉にしっかりつけてからソフリットをその後炒めるっていう逆の方法で今日は作っています。はい、それでは今10分ほど炒めてですね、だいぶ茶色っぽく焼き色も乗ってきました。で最低これぐらいですね炒めていったら、先ほど焼いたひき肉が入ります。でひき肉を戻したらここで潰していって、で中がまだ生なので、この中の生の赤い部分を今ここでですね中強火ぐらいで炒めて臭みを飛ばしていきます。で次の材料を入れる目安は、このお肉ですねまだ赤いところあるんですけど、それが完全に火が入るまでしっかりと炒めます。でひき肉の色が変わってきたので、そしたらここに刻んだパセリと生ハムのうまみがで混ぜ合わせて、で牛の香りが立ってるので少しだけ黒胡椒、でここでですね火を強火にして白ワインが、白ワインを加えたらアルコール分を飛ばして、このベースを合わせて、で今まだこんな感じで液体がたっぷりある状態なんですけど、最終的にはこの液体が煮詰まった状態、それでラグーのベースが完成って感じです。であとこの状態で5分から10分ぐらいですね水分をこう詰めていくんですけど、アルコールが飛んだその目安っていうのが、こう匂いを嗅いだ時にアルコールが飛んでないと結構ウッとくるんですけど、それが来なくなったら大体アルコールって飛んでるっていう状態ですね。はい、それでは今5分ぐらい経ったんですけど、5分で十分ですね。こう傾けた時にもう今汁気がない状態、これでラグーのベースが完成です。で今日はですね 250g ぐらいのひき肉でやってるので、だいたい3から4人前ぐらいあります。でこのベースのラグーを使って今からパスタソース作ります。
はい、では先にパスタを茹でていきます。で今日は 1.9 ミリのブロンズのザラザラタイプのスパゲッティをですね9分茹でていきます。でこっちのフライパンの方にですねちょっとみじん切りにしたニンニクとオリーブオイルを加えて、でニンニクオイルのベースを作っていきます。はい、それでは今ふつふついってきたのでごく弱火にして、今日はアーリオーリオのパスタではないのでそこまでですね 4,5 分とかやないんで、もうあと30秒ぐらいしたらごぼうを加えていきます。でニンニクの香りが出てきたのでここでごぼうで、ごぼうが入ったらちょっとだけ塩、フライパンをフラットにして軽くですねごぼうの香りを立ててあげるように炒めます。ニンニクオイルとこのごぼうの組み合わせってすごくいいので、もうここですでにいい香りが立ってます。でごぼうの香りも立ったら仕込んだラグソース、あとは茹で汁でベース伸ばします。これでですね一度沸かして味のベースを味見してスタンバイは OK です。ちょうどいい塩味ですね。で今日はですねこのベースを茹で汁で伸ばしたので、茹で汁の方は湯に対して 1% の塩ですね。はい、それでは麺が茹だったので合わせていきます。でラグーソースの場合はもう吸わせるとかいうこともそんなにないので、基本的にこのラグーも合わせて、で一回ちょっと強火で温めて、もう盛り付けに入るって感じですね。はい、それではいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これで牛肉とごぼうのラグビアンコ完成です。はい、いただきます。すごくベーシックなラグーなんですけど、ごぼうのアクセントがあって最高に美味しいですね。で今日のパスタは、クラシックにチーズをかけただけでももちろん美味しいです。それプラスで根菜を加えたからこそ、その食感があると最後までですねこう噛んだ時にリズムが、食感がシャキッとした食感があるのですね、最後まで美味しく食べれるようなパスタになってます。でプラスでですね、もちろんトマトを加えれば普通のボロネーゼにもなるし、今日のパスタは3人前ぐらい仕込んだので、こういろんなバリエーションをですね楽しんでいただけたらなと思います。はい、ごちそうさまです。今日のこの白ボロネーゼなんですけど、ベーシックなイタリア料理の基礎がですねたくさん詰まっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。